これでわかるジャン・レオン・ジェローム、フランスの画家・彫刻家。彼の作品には本人もちょいちょい登場しています。お茶目な登場の仕方ですね。またオリエンタリズムの画家としても知られています。こちらの絵をご覧ください。The Snake Charmer。ちょっとドキッとしてしまう作品ですが、この背景のブルーのタイルの美しさ、見とれてしまいます。さて、どんな画家だったのでしょう。1824年、フランス東部のウズールに生まれる。17歳の時にパリへ出て、ポール・ドラローシュに師事する。ドラローシュのイタリア旅行に同伴しましたが熱病にかかり、パリに戻ってシャルル・グレールの画塾に入ります。シャルル・グレールはポール・ドラローシュのアトリエを引き継いでいました。その後、ジェロームはエコール・デ・ボザールで学びます。1847年、統計をサロンに出品、銅賞を獲得。翌年のサロンではアナクレオン、バッカスとクピトーなどで銀賞を獲得。1852年、ナポレオン3世の美術総監ニューベルケルクの注文で歴史画大作アウグストスの時代を制作。この時支払われた多額の頭金を利用して翌年コンスタンチノープルに旅行。以後数回にわたって東方を旅しています。1855年、バンコク博覧会に出品したロシア軍野営地での音楽演奏が評判になりました。これはジェロームがオスマン帝国統治下のトルコとドナウ川流域を旅行中、ロシア軍に強制徴募された現地の人たちがロシア兵の監視のもと音楽を演奏させられているのを目撃して書いたものです。翌年、エジプトを訪問したのをきっかけに、アラブの宗教、風俗を描いた作品を多く手掛けています。1857年のサロンに、仮面舞踏会の後の決闘などを出品し、名声を高めます。なんとも想像力がかき立てられる作品。仮面舞踏会の後の冬の朝、お酒を飲みすぎていたのか、仮装で気が大きくなっていたのか、決闘の流れに。ここまでなるとは思っていなかったと立会人たちが焦っているかのよう。ぐったりとした敗者のピエロと立ち去っていく勝者。勝者も後悔しているのでしょうか、喜びの雰囲気はありません。重い空気ですね。また、ピエロというのが妙な空気を作り出しているような気がします。もともと顔で笑って心で泣くピエロ。ここでは素の表情になっています。1859年、アレオパゴス会議のフリュネなどを発表。題材のせいでいささか物議を醸し非難されたとか。どのような題材かご興味のある方はこちらの動画もご覧ください。私生活では1842年にマリー・グーピルと結婚しています。彼女の父親は美術商アドルフ・グーピルで、後にゴッホの弟が任せられたことでも有名なグーピル商会を設立した人です。ジェロームは5人の子供を設けました。1865年、フランス学士院に選出されました。そして1867年にレジオン・ドヌール勲章の将校を受勲。1869年、イギリス王立芸術院の名誉会員となり、またレッドイーグル勲章3等を授けられ、その同じ年、他の著名美術家たちと並んでスエズ運河の開通式に招待されました。1867年、歴史画に再挑戦、カエサルの死。テーマは非業の死を遂げる英雄。同じテーマでネイ元帥の死もサロンに出品しました。ちなみにこの方、ミシェル・ネイはナポレオン・ボナパルトと一緒に戦い、ワーテルローの戦いで敗れ、後のルイ18世政権下で銃殺刑になっています。この絵に対しては苦い国民的記憶を呼び覚ましてしまうという理由で出品を取りやめるよう公的圧力がかかったそうです。1874年、サロンに復帰。1896年、グーイが人類に恥を知らせるため井戸から出てくる真実を制作。デモクリトスという古代ギリシャの哲学者が言ったとされる真実は井戸の底に横たわっているという言葉に基づくもので、意味は真実は見つけるのが難しく長く探求が必要だということだそうです。
1904年79歳の時、アトリエで制作中にこの世を去る。ジェロームはいろいろな作品に挑戦し、また認められていた画家ですが、当時画家のヒエラルキーとして一番上にあったのは大画面の歴史画で、彼の描いた歴史画のアウグストスの時代はそれほどの評価はなく、その後大画面の制作はあまりありませんでした。カエサルやフリュネにしてもそれほどの大きいサイズではありません。ただ小さな画面でも見ている人を引きつけるための演出があり、とても大きなインパクトを残しています。インパクトといえばこちらの差し下ろされた親指なんかもとてもインパクトがあります。戦いに勝った剣闘士が勝ち誇って観客席を見上げると、そこには親指を下に向けている人たちが、倒すだけでは物足りなく息の根を止めろと言っているかのような、人間の残酷さが垣間見れます。そうかと思えばこんな可愛らしい絵も。こちらは外観を描いた絵なんですが、その逆側の内部の絵もあります。なんだか微笑ましいですね。では最後にジェロームの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。